ご一緒にできたら面白そうだなと。ぜひそこはお力借りたいなと。今回の採用学生地方っていうところですごく親和性がある授業だったのですごくワクワクしました。電話来るともう嫌なんですよね。東京の会社はもうそういうのも効率考えていかないんで嫌いなんですよ。結構私がやりたいかったこととすごく相性がいいのかなと思っていて、というのも私の会社が女子大生をターゲットにしていて、ゆくゆくは採用の部分もやっていきたいなと思ってたんですけど、都心より結構地方をターゲットにしてやりたいなって思っていた部分もあって、私が思ったのは2つ。一つはキャリアセミナーイベントとかもうちやっているので、そういうところで弊社の方で都心の学生だったりとか、地方の学生集めるところっていうのはできると思うので、御社の方で企業様をご手配していただいて一緒にインターンイベントみたいなものができるかなっていうのがまず一つと、あともう一つが結構今学生ってアルバイト情報を SNS から探したりする、そういう SNS のアカウントとかも実は1個あったりとかもして、ちょっとそういうところをベンチマークにして同じような形で地方の学生を私の方でアサインをして一緒に SNS 運用みたいな形で地方の飲食店のアルバイトさんをご紹介するっていうようなアカウントを作っていったりしても面白いんじゃないかなというふうに思いました。地方の、若い方々を、どういうふうに採用していくかってやっぱり地方の魅力的な部分っていうのをやっぱり今どんどん SNS で発信していく必要性っていうのがあるのかなと思っていて、昔の時代みたいに都心に行きたいっていう層も今なかなかいらっしゃらなくなっている。地方で働いていきたいっていう方々をおっしゃっていただいたようなやっぱインターンであったりとか地方の魅力づけっていうところを一緒にバツァの会社さんと発信できるようなアカウントがあれば非常に当社としても面白い取り組みになるのではないかなと思いました。はい、インフルエンサーの子だったりとか、あとミスコンに出てた子たちとかで表に出ていきたいけどなかなか自分の SNS だけだと露出がっていう子とかもすごく多いので、そういうところとかの相性もすごくいいのかなと思ったので、ぜひご一緒にできたら面白そうだなと思ってます。地方にいらっしゃる若者の方のいいきっかけ作りみたいなところが会社としてもブランディングの一部として打ち出していけば非常に効果的なプロモーションにもなるのかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。インサイドセールスで自社で持ってやるべきなのか、または今の時代って結構リスティングとかで集めた方が結構コスト感も安く集まるっていう考え方もありますし、それだと単価上がってしまう可能性もあるので、結構いろんな販路を検討しつつはあるんですけど、どこに一点集中でお金をかけようかっていうところに関して結構迷っているところがあるんですよね。想定の LTV はどのぐらいなんですか？我々もこのサービスをまだ提供して4ヶ月なので、もう想定できていないのが正直なんですよね。ただ一方で1回多分頼んでしまえば6割から7割ぐらいは継続していくとは思ってます。ただ一方で我々としてもナレッジはどんどん共有していきますよであったりだとか、原稿も作ってしまうので、正直お客さん側でそのまま運用するって言ったらできてしまうような環境になってしまうので、本当にその5割6割ブロバーに変わるのか、実際じゃあそれが2割3割になってしまったらもう投資が回収できなくなってしまうので、そこに関しては結構懐疑的で大きくお金を割くっていうところに対して結構踏みとどまっている理由でもあったりします。やられてるとおっしゃってた SNS はどういうことをされてるんですか？人材派遣の方で今活用させていただいていて、マニュアル君を SNS で活用してアピールしていきましょうみたいなところはほぼやってないような状況です。それ以外の広告もじゃあリスティング以外はやってないってことですね。検討の一つとしては Facebook 検討はしてるんですが、本来我々が集めたいその飲食店のオーナーとかが Facebook 今やってるかというと多分やってないと思っていて、それだったら多分 TikTok とか Instagram の方が絶対やってると思いますし、ただそこに対して我々も知見がほぼないような状況になっているので、ぜひともアドバイスいただきたいなと思いますね。地方の営業は実は結構簡単で、まず行くっていうのが大事です。1日かければある程度その飲食店のオーナーさんはお店に行ったらいるんですよ。行ったら普通に仲良くなれるんで、割とそんなに電話とかしない方がいいです。電話来るともう嫌なんですよね。もう嫌われてるんですよ。でまず行くエリアごとに営業は採用して、地方行くと地方のコミュニティいっぱいあるので、繋がっとけば気まずくなるから営業しやすいんですけど、東京の会社はもうそういうのも効率考えていかないんで嫌いなんですよ。我々として実は訪問営業も割いていて、ただ訪問営業を配置したのは東京だったので逆に行ってもいないんですけど、だから撤退しちゃったんですけど、確かに地方に貼ればよかったなと。地方は優しいから飲食店いいか悪いか置いといてですけど、大体この手のサービスでいうと複合機とか携帯とか固定電話とか置く会社あるじゃないですか。
そういうところが大体スタートアップとかベンチャーとかのリストを全部持ってて、そこに提案に行ってらっしゃるんで、光通信とかビジョンとかそういう会社にオプションで売らせてるっていう会社多いなと思うんですけど、その辺は連携されてますか？全くできてないって感じです。ただ今その8社登録していただいている企業様に関しては、そのうちの6社が新規出店という形なので、多分今のペルソナはすごい合ってるのではないかなと思っていて、ただ我々がそこに対してのリストを保有してないっていうのがあって、確かにそこはアライアンスで組んで獲得していくっていうのはいいのではないかなと思いました。我々も独自の自社顧客のリストを持っているところに対して IT 系とか SaaS 系の企業様のこういうサービスをクロスセルで売っていくみたいなところを並行してさせていただいているので、このサービスをきっかけとして地方のお客様のニーズっていうところに対してクライアント様のサービスを差し込んでいくっていうところの展開は視野に入れています。なのでこの丸投げくんっていうサービス自体での、収益自体はそこまで利益率を大幅に取っていこうというところでは考えていなくて、どちらかというとクライアント様とやっぱり積極的にコミュニケーションをお客様と取っていって、また新しい課題をヒアリングしてそこに対して我々のすでにお取引がある企業様のサービスを差し込んでいくといったような展開を考えてはいます。やはり代理店さんが考えるところって一番は収益で利益がどれぐらい出ていくのかっていうところが一番だと思うので、自分たちがそれがぶどまりがいつの段階なのかであったり確立するまでは今日アドバイスいただいた地方にいてまず足で稼いでコミュニティでリファラルを募っていく等々のやり方をやっていくのが今一番ベターなんじゃないのかなと思ってます。先ほど申し上げた通り、僕らは僕らで採用パッケージみたいなのをやってるんですよ。PI は結構業界全体的に増えてると思うんですね。ただ多分その一気通貫で採用なら採用を最後まで全部できるかどうかっていうと SNS プレイヤーは別にできるわけじゃないんですよ。僕らのサービスも不完全になっちゃってるので、ぜひそこはお力借りたいなと。どちらかというと御社がその売る側としてだと合わないと思うんですよね、規模感が。逆で僕らみたいな会社をバートアライアンス先として売らせるっていう方が御社にとってはいいんじゃないかと思いましたけどね。あとはその地方とかやっぱ助成金とか補助金大好きなので、そういうのに絡めて IT 導入補助金認定ツールだとだいぶ売れると思うので、それをやるといいと思います。我々として最初は地方のお客さんから攻めていこうという中で、我々として自社で営業を持ってターゲットを攻めてみたけど、結局そこに対してアプローチがうまくいかず別のターゲットに変わってというところで結構模索していた部分があったんですけども、今日お話しする中で新しいアライアンスも含めて新しいその、ツールを活用していかに、露出していくのかみたいなところは新たに考えていきたいなっていうのは非常に感じました。売りたいっていうところが先行してしまって、本来目的としてそのペルソナからちょっとずれてしまって、地方の学生の活用であったりとか、実際に地方に赴いてそういった他の団体等にアプローチをしていってリファラルで獲得をしていくみたいなところ、しっかりターゲットに合った営業手法をすごく取るべきなんだなというふうに改めて認識いたしましたので、そういったところを即実践してまいりたいと思います。ありがとうございます。企業さん向けのサービスだったらうちがあまりそれなようなものをやったことがなかったのでちょっとわからない部分もあったんですけど、ただ今回の採用学生地方っていうところですごく親和性がある事業だったので、何か弊社としても一緒に取り組めるものがあるんじゃないかなと思ってすごくワクワクしました。結構自分なりにアドバイスできたのと、やっぱり地方に身を置いて、やっぱ東京と景色がやっぱ違って、自分自身も地方の進出とかアドバイスできてるなっていうふうに思ったんで、お力添えできたんじゃないかなと思います。新しい業界の方たちだったので勉強になったし、地方に特化してるっていうのがちょっと意外でしたね。面白かったですね。みんな一生懸命考えてるなーって。すごい安いなっていう印象で、地方の飲食店以外にも広げられて、僕らも使いたいなと思ってました。双方で営業協力し合ってっていうことは当然あると思いますし、一緒にそういう媒体を作って、地方の飲食店向けの採用媒体みたいな SNS とかで
そこから送客一緒にしていくとかもあるかもしれないですけどね。ただ僕らが使うっていう方が一番イメージつくのかなと思います。説明もすごく分かりやすかったんで、ちゃんと伝われば導入するのに対して何ら問題はないかな。うちがやってるそのシーカーブリッジにおいては地方創生というところをテーマにしてるんですね。うちのチャンネルの中でその地方のいい会社、飲食店も含めてというところをどんどんピックアップしていきたいんです。なのでまだ今すぐというわけではないと思うんですけれども、そこでの親和性というのを非常に感じたところがあるので、もうちょっとしたら一緒に進めていきたいなっていうところもあるんですけど、都内で今進めている段階ではその採用代行をやってる会社さんもいるので、そこにこういう面白いサービスあるよっていうのは宣伝できるなっていうのと、うちに登録いただいている会社さんがまだ100社弱ぐらいなんですけども、そういった会社にも採用やっぱり困っているっていうところがテーマになっているので、そこにもこういう面白いサービスあるよっていうのはどんどん紹介していきたいというふうに思いましたね。